サルベ皆さんこんにちは。イタリアドイツガイドの萩原です。今日はですね5月の26日なんですね。皆さんが見ていただいている日は、ちょっともう過ぎてしまっていると思うんですが、今日はサンフィリッポネーリというですね、ローマの第2の首都と言われている、守護聖人のですね記念日になるんですね。ちょっと彼の軌跡をね今日はちょっと追ってみようかなと思います。ということで今はローマのね歴史地区の方にやってきました。この辺りすごい結構ね古いこういった生地のお店があったりとか、ここ見てください。パスタ屋さん、こういうフレッシュなパスタをそこで作っていて購入することができたり、こちらでは、食事をねすることができるんですが、その今日取り上げるフィリッポ・ネリという方はですね、主に貧しい巡礼者とか孤児たちの世話に、生涯を捧げて16世紀に、オラトリオ会というですね、キリスト教の共同体を、設立した人物になるんですね。そのオラトリオ会の、総本山がこのサンタマリア・バリチェッラ・キエザ・ヌオーバ教会に、なります。1515年ですね。ローマではなくてフィレンツェで生まれたフィリッポ・ネーリなんですが、小さい時から彼はとても明るく気さくな性格で良きフィリップというね風に呼ばれていました。彼は18歳の時にここローマに来て製品の生活を始めるためにフィレンツェの税関長の貴族の家にですね宿泊と宿を、食事をですね提供してもらう代わりに、家庭教師として、働き始めました。ちょうど前の動画で紹介したサンオイスタッキュのカフェのこの目の前にフィリッポ・ネンリが住んでいた、家庭教師として働いていた家がですね残っています。同時に彼はですね大学で勉強を始めてアウグスティーナ修道士の下で学んでいたんですが、自分にはですね学業よりかは布教活動の方がですね向いているのではないかと感じ始めます。散歩がですね大好きだったフィリッポ・ネーリはこのカステル・サンタンジェロとサンピエトロ大聖堂の近くにあるビアデイ・バンキ・ベッキっていうですね、旧銀行通りっていうんですかね、ここは銀行家とか交渉人とか、書記官とかもしくはさまざまな商売人が商売をしていて、さらに巡礼者も多いということで、ここで彼は、キリストの考えやですね教えを人々に語り始めるわけなんですね。今でもこういった通りにさまざまなお店が並んでいますし、見てください、ここには日本の甲冑なんかも置いてありますよ。29歳になったフィリッポ・ネンリはですねローマの近郊で神秘的な体験をします。それによって本格的に布教活動を始めることになったフィリッポ・ネンリは、このレーゴラというですねさっき紹介した銀行家などが集まる商売などが
盛んな場所でですね布教活動を始めて、小さな祈祷所、オラトリオで集会を開いて、祈る日々とともにですね、厳しさより優しさによって人々をつなげ、旧品位とかですね、孤児院に行って奉仕に出かけたり、ピクニックや、スポーツ大会などをね開く一方で、青年たちと一緒にですね読書や、音楽活動をですね始めていくことにもなります。フィリッポ・ネーリの死後、教皇によって彼は劣勢、聖人と、なります。そして記念日である今日5月の26日は、彼が12年間暮らしていた部屋がですね、特別に公開されます。聖人の生涯にまつわる貴重な生物や記念品がですね、収集されている小さな博物館に今はなっています。劣勢に尽力を尽くした教皇などの肖像画が飾られ、タペストリーの赤い色がですね、とても印象的です。天井には楕円形のメダリオンの中に聖フィリッポ・ネリと聖母マリアが描かれていて、これは17世紀のフレスコ画になっています。その周りにも彼が見た原始、ビジョンですかね、聖人の後生涯の4つのエピソードが語られています。ガラスのキャビネットの中にはですね、彼が日々使っていた衣服や日常の品々が収められています。これは赤いベルベットの棺ということで、400年間彼はこの中でですね、眠っていました。そして聖人の死後にですね、作られたフィリッポ・ネンリの顔の蝋人形があります。そしてその横には教皇が送った白いジャケット。この教皇は、ドミニコ会の出身で、教皇の今の衣服の色、白が使われる習慣を始めた教皇として知られています。一番下には聖霊者ヨハネの顔が刻まれた石膏のアーク、聖筆があります。これはトルコ軍から奪ったものになっています。彼は1622年に劣勢されたんですが、彼のですね、その肖像が触れた男性が視力を取り戻したというですね、奇跡がありまして、その肖像画も掲げられています。次はですね、黒い大理石と白い模様が入った優雅なですね、玄関ホールを通って内部礼拝堂に入っていきます。ここにはですね、祭壇の下には2つの開く扉がありまして、その奥にさっき見た聖フィリッポの遺体が収められています。祭壇には画家のグエルチーノの祈りを捧げる聖フィリッポ・ネンリの強烈な原子というですね、絵画がですね、置かれています。これはサンゴで作ったシャンデリアですね。そしてその他にも聖人の
愛用の椅子、彼が使用したね、椅子が置かれています。天才建築家ボブ・ロンミーニが作ったこの螺旋階段は、第二次世界大戦中にですね、あるエピソードがね、と関係しています。第二次世界大戦中はユダヤ人がですね、イタリアこのローマでも迫害に遭っていたということで、このオラトリオ会が彼らをですね、助けて、この階段に通じる通路に待っていたわけなんですね。入り口はレンガで塞いで、それによってナチスの捜索から逃れたということで、危険が去るまで彼らは長い間ここに留まっていました。2階へね上がると、不屈の精神と慈愛の偶意像で飾られた狭い廊下がね続いています。この先には控えの間とフィリッポ・ネリの個人の礼拝堂がねあるんですが、まずこの控えの間、部屋の壁一面にフィリッポ・ネリの信者からですね寄贈された19世紀のタペストリーであったり絵画でですね覆われています。そして中央の祭壇ですね、1615年有名な画家グイド・レーニによって制作された聖母マリアを見つめるフィリッポ・ネリということで、これオリジナルの有名なね絵画になります。そしてガラスケースの中には彼が利用していた靴であったり枕ですね、そして彼が利用していたシンプルな折りたたみ式の木のですねベッドがちゃんと保存されています。向こう側のガラスケースの中には彼がまた利用していた国会椅子ですね。そして他にも貴重なものとしては、彼がキリスト教の教えやですね、導きを人々に説いていた説教談もですね、オリジナルのものがね残っています。そしてもう一つはこの天井ですね、1636年ピエトロ・ダ・コルトーノによって描かれたフィリッポ・ネンリの抱悦、喜びでしょうかね。ちょっと分かりにくいんですが、左下のところに聖職者と青年がですねちょっと覗き見をしているのがね分かりますよね。フィリッポ・ネンリが儀式の最中、神秘的なその力を見ようと覗いている。そしてこちら十字架がありますが、聖人が最後この十字架を持って天にね向かっていったという貴重な十字架に、なっています。そしてちょうど見たですねフレスコに描かれていた木製の扉がここにあるわけなんですよね。ここからは彼のプライベートの礼拝堂ということで、ここにも貴重な聖物ですね、彼が利用していた聖杯とかメガネですね。他にもその壁には絵画や美術品、聖人の死後に寄贈された美術品がですね並べられていて、彼がミサを行う時に使っていた鐘もねちゃんと保管されています。もう一つは18世紀にブルボン王カルロス3世から寄贈され、その後オラトリアの神父たちに提供された銀と象牙のコテ、ハンマーがねあります。喜びと信仰はね友であると全ての信者に教え、喜びの聖人と呼ばれているフィリッポ・ネンリですね。今でもですねこのフィリッポ・ネンリのオラトリオ会は活動をね続けています。